人がネオ・アルカディアという名の理想郷にすがり、罪なきレプリロイドを処分していく悲しい時代。私はネオ・アルカディアに追われるレプリロイドたちと共に伝説の遺跡へと向かっていました。私たちの唯一の希望、そう、あの伝説のレプリロイドが眠るあの遺跡へ。ここが伝説の遺跡なの？来る、俺に構うな。声が聞こえる。誰なの？俺を目覚めさせどうしようっていうんだ。今の声は一体。どうした？何でもないわ。先を急ぎましょう。ゼロ、助けて。お願い、助けて。燃えるような赤いボディ、たなびく黄金の髪、そして私たちでは歯が立たなかったゴーレムをあっという間に切り捨てた光る剣。もうダメだと思っていました。全てが無駄になるかもって震える毎日でした。そう、私の目の前に彼が立つその瞬間までは。あなたがあの伝説のゼロなのね。ゼロ、俺の名前か。無理やり起こしてしまってごめんなさい。お願い、あなたの力を借りたいの。俺がそのゼロじゃなかったらどうする？私にとってはあなたはもうゼロなのよ。ゼロの力は私たちの想像以上でした。彼のおかげで多くの仲間が救われ、みんなの目に希望の光が返ってきました。でも現実は私たちにさらなる壁となって立ちはだかったのです。ネオ・アルカディア四天王、理想郷の指導者 X に仕えるネオ・アルカディア最強の戦士たちの刃が私たちに近づきつつありました。なんだ俺らを呼び出しておいてやることはレジスタンスの始末かよ。そんなもんパンテオンどもに任せときゃいいじゃねえかよ。言葉が過ぎるぞファーブニル。これは X 様からの命令だ。聞いたぜハルピュイア、レジスタンスの一人にしてやられたらしいじゃねえか。四天王の名が泣くぜファーブニル。ああ、またキザ坊やと戦闘バカがじゃれ合ってる。ほんと子供なんだから。どうせレジスタンスなんて私たちの噂聞いただけで逃げ出すに決まってるじゃないねえファントム。相手はレジスタンスのみにあらず、敵の名は赤きレプリロイドゼロ。力の過信は身を滅ぼす。覚えておけレビアタン。あなたが熱くなるなんて珍しいよ。ちょっと面白そう。いい退屈シーンになりそうね。行くぞ。これ以上レジスタンスどもの自由にはさせん。 X 様に逆らった罪、己が身で償えゼロ。すべての争いの引き金は私が引いたものでした。姿を消した本物の X の代わりにと
X のコピーを作ったのは私。遺跡からゼロを目覚めさせたのも私。そしてゼロは私たちの元を去りました。私たちを守るために、 X と戦うために。引き金を引いてしまったのは私。けれど行き着く未来は私には分かりません。いいえ、おそらくは誰にも。知っているかいゼロ。人間は今までにないほどの繁栄を取り戻した。かつて君やオリジナルの X でさえ気づくことのできなかった真のパラダイスがこの世に誕生したんだ。この僕のおかげでね。無実のレプリロイドまでも大量に処理して得た平和か。お前もこの世界も全てまがいものだな。君は僕の想像通り愉快な人だね。君のような人と楽しい時間を過ごせて本当に良かったよ。弱いなんだと。な。オリジナルの X もそんなに弱かったのか。旧型レプリロイドめ、僕を侮辱したことを後悔させてやる。僕の真の力をお前に見せてやろう。記憶はなくしたが、体はかつての友を覚えているようだ。 X はもっと強かった。なぜだ。僕は英雄じゃなかったのか。今少しだけ思い出した。あいつはお前みたいに単純なやつじゃない。いつも悩んでばかりの育児なしだったさ。だからこそやつは英雄になれたんだ。お前だけは許さん。道連れにしていや。間に合うか。あの日を境にネオアルカディアからの攻撃は少なくなりました。今私たちは攻撃を受けた拠点を捨て、あてもなく荒野をさまよっています。それは全ての過ちを正すための新たな道を探す旅。地平線に沈む太陽をつかもうとするような長い長い道のり。でも信じています。太陽はいつかまた昇ることを。そしてゼロ、あなたはきっとどこかで同じ太陽を見ていることを。「
勝利を誓い希望の星を高く築けここに神の山を走る大離れと敵を浴びて進む軍勢暗きよどみ山で話し合うとに好奇あふれ記憶流れよ言いたい平和
しまったあの花の名前、まるで自分のかけらなくしたように心が乾く。幼い日のクローバー、意味などわからずに抱きしめた今がもしあの夢の続きじゃなくてもこの場所で見上げる空に映し出す未来への地図。いつの日か胸のポケットにしまい込んだままのクローバー、抱きしめた今がもしあの夢の続きじゃなくてもこの場所で見上げる空に映し出した未来は決して色あせない彼方へと。Can you see the light? 今風を受け Breaking through the night 夢に走り出す Can you see the light? 時が鐘を鳴らす真っ白な花が揺れている Can you see the light? 今風を受け Breaking through the night 夢に走り出す。ゼロ、君ならできる、君なら。星から生まれた命の輝きも、人を模して作られた機械の叫びも、思想から芽生える争いの炎も、ここにはもう届かない。静寂に包まれた電脳の深淵へ溶けていく意識の底から浮かぶ光景はゼロ。君と共に戦った100年前の戦場の記憶。聞こえてくるのは君が100年前に残してくれた最後の言葉。僕たちは誰かを縛り付けるために戦っているんじゃない。誰かを傷つけるために戦っているんじゃない。ただ誰とでも手をつなぎ合わせられる世界を作りたいんだ。オメガ、もう一人の俺と戦ってやっと分かった。今までの俺がどんな戦いをしてきたのか、今までの俺の迷いが一体何だったのか。今なら言える。
俺の力は破壊するためのものじゃない。友と友の信じるものを守るための力だ。消え去れ俺の悪夢よ。さよなら僕の宿命。ファイナルストライク。完全封印までもう時間がありません。すでに機能停止が始まっているので満足な会話などできるかどうか。ゼロ X か。君はこれでいいのかい？今までみんなのために戦ってきたというのにこんなのって。俺がいる限り血塗られた歴史は繰り返される。そんな、何言ってるんだゼロ。俺はいつも考えていた。誰のために何のために俺たちレプリロイドは殺し合わねばならないのかと。そんな時でもお前は人間たちを信じ続けていた。俺は友としてお前を信じている。だからお前の信じる人間たちの言葉を信じたい。やめろ、今すぐ封印をやめてくれ。いいんだ X。 あと私の名は、いや、ネオアルカディア都市管理局の一個成員である私に名などありません。ただ名前というものが単なる個体認識の手段であるなら、形式番号 TK31、この数字の羅列が私の名ということになるのでしょう。人間にとっての理想都市を恒常的に維持するためには、我々のような大量の量産型レプリロイドと本当の名前というものを持った一軍の特権階級レプリロイドからなる厳格な管理体制が必要となります。安らかな心の平和に満たされた人間社会と、数字に置き換えられ高度に機能化されたレプリロイド社会。私はこの崇高なまでに美しく管理されたネオアルカディアという都市を、システムを愛していました。そう、あの言葉を己の名として刻み込んだその瞬間までは、見ろ、ハルピーヤだ。今回の調査に同行するってのは本当だったんだ。管理局の奴らやハンターまで含めたらかなりの規模になるな。よほど物騒なもんか。かなりのお宝が眠ってるってこった。君たち、その辺でおしゃべりはやめないか。ここまで原型をとどめた旧世代の海洋情報都市が発見されることは非常に珍しいのです。X 様の行政を学術的側面から支えるハルピューヤ様が現地に赴き指導されるのは当然のこと。むしろ光栄に思わなければ。電源が生きてる。ここは巨大な図書館のようですね。うわ、すごい扉の数だ。いくつの部屋も。おい、あの時の私はどうかしていたとしか思えません。まるで何かに導かれるように最深部のデータルームへと迷い込み、暗闇の中に封印された歴史の断片という禁断の果実を口にしてしまうことになるとは。望まない現実が目の前を塞ぎ覆い尽くすことになろうとは。こ
このデータルームは一体。これは世界を破滅に導く強大な力、ダークエルフ、超一級戦犯ドクター・バイル、妖精戦争末期レプリドイドの完全支配オペレーション。これは X 様。なんだ、何と戦ってる。オメガ。何なんだこの記録は。こんなもの見たことも聞いたこともないぞ。そういえばエリア7の研究施設には対戦地のベビーエルフが保管されていると。どうした？オーバーフローか。歴史が巻き戻っていく。イレギュラー戦争、シグマアンチボディプログラム、マザーエルフ。光が世界を救う。希望の誕生。これはプロジェクトエルピス。貴様、そこで何をしている？どうした？何を震えている？言ったはずだな。集めるだけでいいと。お前のような者が浅ましい好奇心に従い興味を持ったところで無意味なことは分かっているはずだ。いいか、今見たものは全て忘れろ。形式番号 TK31。あの調査からネオアルカディアに帰還して1週間が過ぎようとしていました。平穏に過ぎゆく日常の中で、私自身あの出来事がまるで記憶阻止のシグナルノイズが映し出した幻影だったかのような、そんな錯覚さえ感じていました。そう、たとえ私が見たものが何であろうと、ネオアルカディアを思う私の気持ちが失われることなど断じてありえなかったのです。なあ、ここんとこエネルギー配給制限きつくなったと思わないか？私たち管理局のレプリロイドはこれでも優遇されているんです。不満はありませんね。それだけじゃない。イレギュラー検挙率は8ポイントも上昇してる。こんな上がり方今までなかった。処分された連中の中には何の異常もないやつもいたって話だ。知ってるだろ？逃げ出した連中が武装蜂起してレジスタンスか。何が言いたいんです？君は一体。俺は環境省で戦前の遺産管理をしている HE22 だ。遺産？調査のレポートなら提出しましたが。ああ、見せてもらったよ。その例の海洋都市、記録から消されたよ。爆破されて施設のほとんどが水没したらしい。あんたも気づいてるはずだ。何かが進行している。相当に危険な域までだ。おっと、これ以上その話を続けるようでしたらポリスに通報しますよ。分かってないな。あの調査に関わったレプリロイドたちが今どうなっているか。全員動くな。八神官による令状だ。形式番号 TK31、 国家反逆罪によりイレギュラーと認定。身柄を拘束する。私が抵抗する者は全員イレギュラーとみなし、この場で処分。TK3 はこっちだ。私が反逆？違う、ネオアルカディアが私を振り切ったよな。おい、しっかりしろ TK3 は。いいか、不当な理由で処分される仲間を解放するためにあんたの知ってる情報が必要なんだ。ネオアルカディアの内情に精通し、例の調査に参加したあんたを連れ出す機会を我々は伺っている。まずはここを脱出し、活動の拠点を築く。散らばってるレジスタンスを集めて犯行の準備を整える。まだここでやらなければならないことがあります。
エリア7の研究施設に向かいましょう。エリア 7？ 無茶だ。この限界態勢の中で何が起こっているか見極めたいのだろう。そのために必要なのだ。そこに何があるっていうんだ。おい、聞いているのか TK3-1。もう私を形式番号で呼ぶな。私の名はそうエルピス。ネオアルカディアに虐げられている全てのレプリロイドの希望となる選ばれたものだ。そのためにもレビエルス、お前の力が必要なんだ。そうだ、力を、もっと力を。ジャッジメント。人間に害をなす凶悪重大事案が急増している現状に鑑み、再発防止一般予防の見地から該当する形式番号のレプリロイドには厳罰をもって臨む必要がある。よって真実なる当事者 X の皆においてイレギュラーと認定、廃棄処分とする。イレギュラー認定。本日のイレギュラー案件に関してこれにて閉廷とする。今日の X 様の判決も納得できないよな。イナラビッタ、めったなことを口にするな。法の守護者たる私たち神官が弁護となる情状の証明にまで至らなかっただけだ。でもよ、フォクスター、結局あいつが何を見ちまったかなんて知らされてもいないし、大した話し合いもなくイレギュラー認定なんて判決急ぎすぎだと思うだろ。もっとゆっくり話し合う時間がいるってのにさ。またこの手で無用な命を狩らねばならぬのかと思うと気が重い。我が鎌を振るわぬことこそが平和の証のはずなのだが。しかし人々がイレギュラーの恐怖を捨てきらないのもまた事実なのだ。マンティスクよ、我々が守るべき法は人の種のもの。レプリロイドの我々には辛いものだがな。X 様は変わってしまわれた。ケルベリアン、これはケンショウ殿。今の話聞かなかったことにしておこう。近頃のイレギュラー増加に関しては我ら四天王の至らぬこともある。今日の案件、責任を問われるのは俺のはずではなかったのか。ご自愛をケンショウ殿。あなたは X 様同様人々を照らす光。ご自分をお責めにならないでください。危険思想の温床となるイレギュラー予備軍の強制、ストレス要因の是正といった予防処置は必要です。しかしネオアルカディアの基本思想は本来人とレプリロイドの協調であったはず。 X 様、より良き選択を。私たちの新しい基地には不思議な色に光るベビーエルフさんがいました。ある日、ゼロが作戦のお土産にもう一人ベビーエルフさんをプレゼントしてくれました。2人のベビーエルフさんはなんだか本当の双子みたいで、いつも楽しそうにキラキラしてて、それを見てると私まで嬉しくなっちゃって。シエロお姉ちゃんのお仕事の邪魔になっちゃうのは分かってるんだけど、また今日も。それでね、メナートって子がいつも私にいたずらしてくるの。この間もね、この子の腕を引っ張られて少しほつれてきちゃってるの。でもその後は決まってロシニョロおばさんに叱られるんだけどね。ベビーエルフさんたちはいたずらなんかしない優しい子になってね。あ、そっか、いつまでもベビーエルフさんって呼ぶのはおかしいよね。ねえ、シエロお姉ちゃん、何かいい名前ないかな。このベビーエルフ、調べれば調べるほど新しいことが見つかるわ。一体この小さな体のどこにこんなエネルギーを生み出す力があるのかしら。
私の名前はね、シエロお姉ちゃんがつけてくれたんだよ。すっごく気に入ってるんだ。ねえシエロお姉ちゃん、ベビーエルフさんの名前どんなのがいいと思う？シエロお姉ちゃん最近ずっと研究で忙しいんだよ。昨日も夜遅くまで起きてたってセルボさんが言ってたよ。でも人間はちゃんとお休みしないとお熱が出ちゃうから心配なの。そうだ、オペレーターのお姉さんたちならいい名前考えてくれるかも。シエロお姉ちゃん研究頑張ってね。あら、ひょっとしてアルエトが遊びに来てたのかしら。ダメね、また研究に夢中になりすぎてあの子の相手になれなかった。これじゃあネオアルカディアの人たちと同じ。周りの人を気遣う余裕がないなんて。あの子はこれまでも辛い思いをしてきたっていうのに。あら、アルエットちゃんいらっしゃい。アルエットさん、ここは非戦闘員の立ち入りが禁止されてるのは知ってますね。ごめんなさい。でもここ通らないとシエロお姉ちゃんの部屋に行けないんだもん。ほんとこのレジスタンスベースってこういうところが不便なんだよね。それなら仕方ありませんね。ところで何かご用ですか？そうだ、シエロお姉ちゃんのとこにいるベビーエルフさんたちに名前をつけてあげようと思って。名前ですか？ベビーエルフの。一生懸命考えたんだけど全然いい名前浮かばなくて。で、私たちのところに来たんだ。わかりました。では2体のベビーエルフの名前ということで対になる言葉をいくつかピックアップしてみます。お願いします。大丈夫かな。お待たせしました。アノードとカソードはどうでしょうか？それはどういう言葉なの？電子管や電解層の陽極と陰極を意味する言葉です。エルフのような電子的な生き物の呼称としては最適なのではないかと思います。ちょっと難しいかも。それだったらプラスとマイナスでもいいんじゃない？冗談。そういう難しいのよりも昔の本にあるような。本？ああ、人間の使う旧世代記録媒体ですね。それではクライムとパニッシュはどうでしょうか？19世紀ロシアの文豪ドストエフスキーの代表作「罪と罰」からです。推理、心理、恋愛的要素を内包した宗教的な影響が色濃く伺える文学としてだけではなく、当時のロシア社会主義、そして未来社会に向けての軽視の作品、啓蒙的思想書ともいえる本作のタイトルは、無神論革命思想に基づく殺人行為による魂の救済はあり得るのかというテーマをコントラスト鮮やかに表現したキーワードとして、ラブ&ピースなんてどう？ちょっと可愛いかも。アルエットさん。はい。可愛いものが良いのでしたら、アスール・ルナとロッホ・ソルはどうですか？青い月と赤い太陽という意味で21世紀初頭のソフトウェアに付けられていた名称のようです。色だったらブラントンのワールなんてどう？白と黒はっきりしてて覚えやすいでしょ。他にはヒプノスとタナトスとか。ちょっとルージュのはね、堅苦しいのが多いのよ。アレットちゃん困ってるじゃない。それよりセレッソとかビルゴみたいに単純なのがいいと思うんだけどね。アレットちゃん。ジョーン、あなたさっきから私に文句ばかりつけてきて、白だの黒だの桜だの乙女だのってふざけてるの？大体あなたはいつもいい加減なのよ。この間も転送座標の入力を間違えそうになってたじゃゃない。あのまま転送してたらゼロさん今頃樹脂水石の壁の中よ。そのことは内緒にしておいてさ。約束したじゃない。そんなこと言ったらルージュのかける正義の一撃作戦のシミュレーションだって一見緻密に計算された完璧なプランに見えるけど、入力パラメータをちょっといじったら全然役に立たないじゃない。表面上だけでなくてもっとしっかり検証してほしいわ。そんなこと今は関係ないでしょ。ところであなた、エルフィスさんに頼まれた仕事は終わったのかしら？後で間に合わないって泣きついてきても知りませんからね。ルージュこそ話をすり替えないでよ。いつも都合が悪くなったら話をすり替えてはぐらかすんだから。あなたの悪い癖よ。なんですって？何よ。困ったな。ロシニョルおばさんはリュシスの森から戻ってきた人たちの手当てで忙しいし、
ダンドさんは正義のなんとか作戦に行くって言ってたからダメだし、イブーさんはいつもエネルゲン水晶のことばっかり。メナートはダメ、どうせまたいたずらされるに決まってるもん。新しいレジスタンスの人たちはみんな忙しそうだし、それにちょっと怖いし。なんで私あの子たちの名前じゃなくて相談する人で悩んでるんだろう。誰かすごく物知りですごく忙しくない人いないかな。おじいちゃん、アンドリューおじいちゃん。お嬢ちゃん、すまんが今日はクリームパンは売り切れじゃよ。ジャンパンなら少しは残ってるんじゃがな。私パンを買いに来たお客さんじゃないです。アルエットです。おお、すまんかった。アルエットじゃったな。おじいちゃんっていつもいろんなお話してくれるでしょ。時間があったらわしの話を聞いてくれんかの。こう見えても昔は学校の先生をしておったから、あの頃も子供たちにいろいろ教えてほしいとせがまれたもんじゃ。ちなみに先生の前はパン工場で働いておったんじゃ。その前は確か船乗りじゃったかの。おじいちゃん、このレジスタンススペースは海が近いので船乗りじゃった頃を思い出すの。そうじゃなくて、教えてほしいことがあるんだけど。何を教えてほしいんじゃ。シエルお姉ちゃんのとこにいるベビーエルフさんたちに名前をつけてあげようと思って。名前？お前さんはアルエットじゃろうが。私の名前じゃないよ、ベビーエルフさんの名前。ベビーエルフにつける名前とな。それならすぐ早く言わんかい。ベビーエルフの名前だったら子供の名前がいいかの。そうね。あれはわしが学校の先生をしておった時のことじゃ。受け持ったクラスにとても仲のいい2人の人間の女の子がおっての。姉妹でもないのに双子のように似ている。とても可愛らしい子供たちじゃった。それであの頃はまだ人間の子供とレプリロイドの子供は一緒に授業を受けておった。レプリロイドの子供は勉強を覚えるのは早く、運動もある程度のことは簡単にこなすんじゃが、人間の子供はそうはいかん。特にその2人は勉強の成績があまりいいとは言えんかったし、運動もできる方ではなかったんじゃ。当然のように周りのレプリロイドの子供たちからいつもからかわれておっての。わしが注意をしてもしばらくしたらもうからかいおるんじゃ。だがその2人にも一つだけ取り柄があった。歌を歌うことが好きで、休み時間になると教託をステージ代わりにしてみんなに聞かせておったんだ。歌の名前はなんていうの？その時だけは誰もその2人をからかわずにみんなで楽しそうに聞いておったんじゃ。そりゃそうじゃ。レプリロイドは歌を歌うことができんからの。歌のように聞こえておるのも結局は記録した音声をただ再生しておるだけ。歌を歌うことは人間だけができることじゃから、レプリロイドの子供たちはその2人が羨ましかったんじゃろう。自分の気持ちを自分の言葉で歌にすることができる2人が。そういえば昔わしが愛した人間の娘も歌を歌うのが好きじゃった。あれはまだわしが船乗りをしておった時のこと。確かおじいちゃん。話がそれちまったの。2人が歌を聴かせておったところまでじゃったかの。しばらくしてレプリロイドの警備隊が組織されることになって、わしは学校の先生を辞めなければならなくなったんじゃ。イレギュラーな犯罪が多くなったとかで警備を強化しないといけないというのが理由だ。来る日も来る日も辛い警備の仕事に追われ、やがてわしはその2人のことも忘れてしまった。何年か経ってからたまたま応援で駆けつけた警備の現場でその2人にわしは再会したのじゃ。シエルお姉ちゃんのとこにいるベビーエルフさんたちに名前をつけてあげようと思って。ねえ、ゼロはどんな名前いいと思う？さあな。ちゃんと考えてよ。俺にそんなことを聞いてどうしようって言うんだ。だって2人目の子はゼロが助けてくれたんでしょ。あの子を見つけた時ってどんな感じだったの？
見つけたのは暗い遺跡の奥だ。ベビーエルフを取り返そうとしてきたネオ・アルカディアのレプリロイドと俺は戦った。確か蛇のような姿をしたやつだったな。狭い足場を自在に操る戦いにくい相手だった。違うの、そういうのじゃなくて、可愛いなとか綺麗だなとか。不気味なやつだったな。ゼロのバカ！なんじゃ、最近の若いもんはろくに話も聞いてくれんのか。違うと思うぞ。みんなあの子たちのことなんてどうでもいいのかな。パレード。あ、シエロお姉ちゃん。ごめんね、みんなから聞いたわ。あの子たちにもちゃんと名前つけてあげないとかわいそうだよね。うん、いいの。ねえシエロお姉ちゃん、あの子たちみんなの役に立ってくれるんだよね。いい子たちなんだよね。そうよ。あのベビーエルフたちを研究すればきっと新しいエネルギーのヒントが見つかると思うの。よかった。私ね、いつもあの子たちが新しいエネルギー作ってくれますようにってお祈りしてるんだよ。ありがとう。私も頑張るわ。あの子たちにもお祈り届くといいな。あ、そうだわアルエット。ベビーエルフの名前、あなたの思っていることをそのままつけてあげたらいいんじゃないかしら。私の思ってること？そうすればきっとあの子たちにも思いが届くはずよ。私の思ってること、新しいエネルギーを作ってくれますように、お祈りが届きますように。作るとお祈り。シエロお姉ちゃん、この言葉名前にできないかな。そうね、作るはクリエ、お祈りはプリエになるかしら。クリエとプリエ、そっか、クリエとプリエ。私あの子たちにその名前をつけてあげようと思うんだけど、どうかな。そうね、あの子たちにぴったりのとってもいい名前だと思うわ。ね、今からシエロお姉ちゃんの部屋に行ってもいい？あの子たちに早く教えてあげたいの。それにその子もボロボロのままじゃかわいそうだしね。わーい、クリエ、プリエ、シエロお姉ちゃん、早く早く。やがったな。吹っ飛びやがれ。ダークエルフの解放はかつて悪魔のレプリロイドとして世界を恐怖させたオメガの共鳴を呼んだ。ドクター・バイルという名の亡霊が俺の前に姿を現した時、ネオ・アルカディアという理想が血塗られた戦いの果てに生まれた幻想に過ぎないことを知った。だが共に生を受け戦い誓った友が極限を争った宿敵が幻だとしたら、そんなはずはない。ならばこの世の全ては幻想だ。あらゆる権力が、あらゆる野望が狂気に満ちた歴史の扉を今押し開こうとしていた。応急回線だ。代表団がこっちに回せ。 X 様が帰還されました。あのバイルは一緒とはどういうことじゃ。まずはデータを揃えて検討しないと。強制連行すればいいだろう。それが追放解除を発表し、政府要人として迎え入れろと X 様から命令が出ています。ハルピーア様、X 様が。ファーブニルたちの容体はどうなってる？それがドクター・バイルの指示が最優先で割り込みまして、整備班、医療班ともに手が空いていない状態で。なんだと？
ハルピューヤ様。お前たち3人だけか。はあ、お二人が重傷を負ったとのことで駆けつけました。このような時にしか我々人間にできることなどありませんから。すまない。で、どうだ。はい、我々にできる限りの処置はしたのですが、転送完了と同時に意識を失われたようで、今も危険な状態が続いています。いつ目覚めるかは我々にも。なんでやっと戻ってきたのか、ハルピューヤ。空飛べるくせにやることとろいな。ほら、さっさとこのクズ鉄2人連れて部屋開けろよな。なんだと。なんならこいつらバラすの手伝ってやろうか。いつまでたってもレジスタンスどもに決着つけられないってんじゃ、そろそろお前らもお払い箱だな。脳なしにエネルギーあるほどネオアルカディアも余裕ねえんだよ。口を慎め。この2人は100年前の悲劇を繰り返さぬよう、あの悪魔のレプリロイドに立ち向かっていったんだぞ。ごちゃごちゃのセザー様のちっこいな。俺たちはバイル様の出迎えに行かなきゃならねえ。てめえの相手なんかしてる場合じゃねえんだ。バイル様だと。貴様ら一体何があったというんだ。あなたがのんびり遊んでいる間にバイル様が私たちをパワーアップしてくれたのよ。なんだかスッとしていい気分。頭の回転までおっせえな。どこかのノロマがゼロとかいうやつに手こずってるって言うからさ、オイラたちがちゃちゃっと片付けてやろうってわけ。ほら、バイル様の研究用に場所も足りねえんだ。さっさとどけよノロマ。全てバイルの仕業か。これ以上ネオアルカディアを、人間たちの未来を貴様の芳醇な正義に委ねるわけにはいかん。ファントム、ようやく会えたね。御身とこのような姿で相まみえることになろうとは。うん、ゼロのこともう知っているね。よい、全てを知り申した。キャツは。彼は今人のために、レプリロイドのために戦っている。力を貸してあげてくれないか。我が闇は御身以外の光にお仕えすることはございません。キャツが人とレプリロイドを守護する誠の刃足りうるのか。拙者にできるのはただそれを見極めることの。拙者もまた刃なれば。変わらないね、君は。たやすく変わるようなものは忠義とは呼べませぬ。分かった。君のその揺るがない心信じるよ。僕も信じてる。ゼロはきっと全てを乗り越えてくれると。この感じは彼らだね。オメガとやらに敗れたか。おそらくは。行こう、ファントム。御意。ひどくやられたようだね。大丈夫かい。目覚めよ。X 様の御前である。ファントム X 様。おいおい、俺たち死んじまったのか。いいな。お主らは今生と死の狭間を漂っているに過ぎる。拙者の体はすでに失われて久しいが、お主らにはまだ戻るべき体が残されている。そしてやるべきこともまた残っているはずだ。そう、君たちに頼みたいことがあるんだ。頼みたいこと？ネオアルカディアで、いや今や世界中でレプリロイドたちによる混乱が起きている。ダークエルフとオメガの共鳴が全てのレプリロイドを洗脳し、バイルの思うがままの支配、恐怖、そして復讐の序曲が始まろうとしているんだ。バイルですって。
ダークエルフがあのイカれたジジイの手に渡ったっていうのか。このままでは妖精戦争の悲劇が再び繰り返される。それを止められるのは洗脳の影響を受けない君たちとゼロだけなんだ。で俺たちにゼロを手助けしろってわけだ。そういう話なら俺は一抜けだ。俺はあいつと慣れ合うつもりはねえ。俺は必ずあいつをゼロをぶっ潰す。それは私も同じ。たとえご命令であってもゼロとお友達ごっこをする気はないわ。あいつは私の獲物だもの。そうか。ええ。だからバイルなんかに私の獲物を取られるわけにはいかない。そういうこった。まずはゼロを潰す前にあのオメガの野郎に借り返さねえとな。なめられっぱなしじゃ東証の流すたるってもんだ。君たち X 様、今一度ご命令を。ファーブニル、レビアタン、バイルとオメガの脅威から全ての弱き者たちを守ってほしい。やってくれるね。お任せを。我らの誇りにかけて必ずや。おい、おめえはどうすんだファントム。闇漂うは我が定め。拙者にはここでなすべきことがある。そう、久しぶりに4人揃い踏みとはいかないわけね。ちょっと残念。それじゃ戻ろう。君たちが守るべきあの世界へ。そう、世界を守った伝説の英雄だなんてもう昔話でしかないんだ。この世界は今を生きる君たちが守らなくちゃいけないんだ。そこをどけ。はっこの多勢に無勢ではどうしたお前が弱音吐くなんて珍しいじゃねえか。やっぱ俺様がいないと閉まらねえか。でもちょっと得したわ。膝坊やの困り顔なんてめったに見られないものね。はっやっ遅いぞお前たち。これでも急いできたのよ。まだ体中埃っぽいままだし、さっさと片付けてメンテナンスジェルのプールでコーティングし直したいわ。悪いな、ちょっと寄り道しててよ。俺たちも X 様に会ってきたぜ。詳しい話はお前に聞けって言われたけどよ、要はバイルとオメガをぶっ潰せばいいんだろ。分かってるのか。今バイルはネオアルカディアの統治者になっている。俺についてくることはネオアルカディアを反逆することになるんだぞ。それでいいのか。珍しいわね。私たちに意見を求めることなんて今まであったかしら。なんだおい、らしくねえな。お前はいつもみたいに憎たらしい顔で偉そうに命令してりゃいいんだよ。そうだったな。俺たちでバイルとオメガを倒す。守るべきものはネオアルカディアの名でも四天王の肩書きでもない。我らの力は人間のため、我らの信じる正義のため。行くぞ。おら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 、たとえ扉の向こうが闇に覆われた未来だとしても、風が霧を払い炎が道を示す。水が送信潤し影が己を映す。視点を持って一点導く光となる。X 様、我々は人間を守るため戦い続けます。正義にかけたこの命尽きようとも。いろんな戦いがあった。
いろんな出会いがあった。そして僕は今、みんなの思いに満たされている。人間とレプリロイド、その命の重さに違いはない。僕らの命もまた新しい命に受け継がれていく。ゼロ、僕は君たちと共に生き続ける。レプリロイド、それは遥か昔に作られた限りなく人間に近いロボット。高度な技術により人格を与えられた彼らレプリロイドは人間のために働き、人間と共に歩む最高のパートナーとなるはずだった。だが平和に流れる時の裏で人間とレプリロイドの歯車は静かにきしみ始める。限りなく人間に近いがゆえにレプリロイドは時に人間に逆らうことすらある。そういった危険なレプリロイドを人間はイレギュラーと呼び恐れた。イレギュラーとなったレプリロイドは同じレプリロイドの手で処分させる。それが人間の導き出した答えだった。主である人間を守ろうとするレプリロイドたちに選択の余地はない。こうしていつ終わるともしれないレプリロイド同士の激しい戦いが始まったのだ。いくつもの戦いを積み重ね時が経ち、レプリロイドに守られた人間の理想郷ネオアルカディアができてからも戦いは終わらなかった。自由を求めるイレギュラーによりネオアルカディアのリーダーは倒され、そして今かつてネオアルカディアだった場所は犯罪者のドクター・バイルに支配されている。人間の理想郷はもはや見る影もなく安全と呼べる場所はなくなり、その地を離れる人も少なくはない。そう、私たちもまたバイルの支配から逃げ延びてきたキャラバンなのだから。こちら1号車トルナードだ。後続車両聞こえるか。スピードを上げるぞ。遅れるな。銃を使える者は応戦しろ。レプリロイドをトレーラーに近づけさせるな。こんなことならもっと速い車用意するんだった。レイジさん、奴ら取り付いてきてますよ。分かってる。でもこれで精一杯のスピードなの。くそ、バイルのレプリロイドめ、俺たちを連れ戻す気か。ゼロ、聞こえる？敵はキャラバンの先頭へ向かっているわ。助けてあげて。了解した。ミッションを開始する。誰かそこにいるの？扉から離れろ。今開ける。分かったわ。ゼロ、どうしてここに？お前を助けに来た。集落の人間たちに頼まれてな。ありがとう。でもできることならクラフトともっと話をしたかった。知り合いだったようだな。まだ駆け出しの頃、戦場でイレギュラーに襲われた私をクラフトが助けてくれたの。人間を守ることに誇りを持って戦うクラフトの姿に私は惹かれていった。おかしいよね、人間がレプリロイドを好きになるなんて。そして俺も真実を人々に伝えようと戦う一人の人間を好きになっていった。クラフト。ネージュ、君はあの時から変わらないな。自分がやると決めたことはどんなに危険でもやり抜こうとする。あなたは変わってしまったけどね。あなたは自分の考えで人間のために戦っていたのに、今はバイルの言いなりなのね。君は何も分かっていない。
バイルはこのラグナロク作戦で外界で暮らす人間たちごと全ての自然を破壊するつもりだ。だから外界へ逃げた君を探すために俺はこの作戦に加わった。ネチュ、君という人間を守るためにだ。君だけじゃない。ネオ・アルカディア跡地に残っている人間やレプリロイド、俺たちが生きていくためにはわずかなエネルギーや居場所を守るしかない。たとえそれがバイルのような奴の支配のもとでも。だからバイルに従うというの？自分たちが生き残るために他の人々の自由やわずかな自然を奪おうというの？それがずっと人間のために戦い続けてきたあなたの目指した正義だというの？お前たち人間が正義を語るのかね。100年前にわしをネオ・アルカディアから追放し、イレギュラーとしてレプリロイドを処分してきたお前たちが、人間ごときが今さら正義を語ろうというのか。笑わせるの。あなたはドクター・バイル。大活躍じゃないか、ゼロ。残る部隊はあと4つだが、貴様にラグナロク作戦を止めることはできん。絶対にな。さあ、そこの女、お前はどうする？お前の言う自由とやらとともにエリアゼロで死を待つか？それともクラフトのようにわしのようなやつの下で生きながらえるか？わしはどっちでも構わんのだがね。バイル。そうだ、その顔だ。苦しみと屈辱と怒りに満ちた表情、それがわしの喜びとなるのだよ。この喜びこそが支配者にだけ許された快楽なのだ。分かった。今この世界に正義などないということがあるのは、生き残る者と死にゆく者だけだ。ネイジュ、俺は君を死なせたくない。ゼロ、わしを切れるのか？人間であるこのわしをそこの女の目の前で自らイレギュラーとなってみせるかね。さあ、どうする？ゼロ、女。私は誰かに支配されて死んだように生きるくらいなら、今を精一杯生き抜いて笑いながら死ぬ方を選ぶわ。今よ。何、目くらましか。何も見えん、この女。こっちだ、ついてこい。こしゃくな、逃げおったか。まあよい。クラフト、ラグナロク作戦を続行しろ。ゼロやあの女に見せつけるのだ。わしに逆らうことがいかに愚かなことであるかをな。死んだように生きるより精一杯生きてから死ぬか。ネイジュ、俺はラグナロク・コアレーバティン解放、エネルギーライン接続、チェンバー内正常加圧、目標座標再設定、座標コード00、目標ネオ・アルカディア中央評議会本部。ネイジュ、許してくれとは言わない。しかし私は誰かに支配されて死んだように生きるくらいなら、今を精一杯生き抜いて笑いながら死ぬ方を選ぶわ。しかし全ての
前のような強さを持っているわけではない。綺麗事や理想だけでは何も誰も救うことはできないんだ。ゼロ、急いで。その先にクラフトの反応があるわ。了解した。ネオアルカディアの避難状況はどうなっている？今コルボーたちに頑張ってもらっているわ。でもどうしたシエル？発射されたか。シエル、応答しろ。繋がらないか。地上はどうなっている？クラフト。ゼロ、何をしに来た？これ以上ラグナロクは撃たせん。お前たちはバイルを倒すのが目的だったんだろう。今ラグナロクが2発目のチャージを開始した。これで世界は、人間たちは変われるはずだ。こんなやり方をネージュが望んでいたと思っているのか？分かっている。俺のやっていることはバイルと何ら変わらんとな。だが俺はイレギュラーと呼ばれようと構わない。誰かが道を誤った人間たちを裁かねばならないんだ。伝説の破壊神ゼロ、お前にそれができないのなら俺がやってやる。たとえ道を誤ろうとも、どんなに時間がかかろうとも、人間はそれを正すことができるはずだ。その可能性すら摘み取るというのなら、クラフト、俺はお前を切る。そうやって全てを背負うのか。人間が100年間積み上げた過ちを清算し終えるまでお前は戦い続けるというのか。それが友と X との約束だ。信念か。ならばもう何も言うまい。さあ始めるか。ようこそ破滅の章の特等席へ。その声、ドクター・バイルか。あのラグナロクの攻撃の中で生きていたのか。生きていた？違うな、死ねなかったんだよ。なんだと？ダークエルフによるレプリロイドの支配とイレギュラーの抹殺、後に妖精戦争と呼ばれる争いを起こしたわしは、妖精戦争が終わった時に当時の人間どもの手である改造を施された。わしの記憶の全てをプログラムデータに変換し、年老いたわしの体とともに再生機能を持ったこのアーマーに押し込みおった。これがどういうことかわかるか？年を取りわしの体が傷つくと、このアーマーがすぐに再生させる。戦争の後の光も自然も何もない世界で死ぬことすら許されず、永遠に苦しみの中で生き続ける呪いをかけ、人間どもはわしをネオアルカディアから追放したのだよ。それでこんなくだらん作戦を企てたのか。人間たちに復讐するために復讐などではない。このわしが人間やレプリロイドどもにふさわしい世界を築いてやると言ってるのだ。レプリロイドの支配など生ぬるい。人間の抹殺など一瞬の苦しみでしかない。生かさず殺さず、わしと共に永遠に苦しみの歴史の中を歩き続けさせてやるのだ。このわしが教えてやろう。
愚か者どもに逃げ場なんかないということを、豚どもの居場所はこのわしのもとにしかないということを、このラグナロクを使ってな。それがお前の理想か？理想だとざれ言だ。絶望せよ。くらいやりおるな。粛清だ。ぬるいわ。よみがえれ我がしもべよ。力をよこせ。さすがだな英雄。落下が止まらない。ゼロ、もう限界高度だわ。これ以上落下スピードが上がったらゼロを地上に転送できなくなってしまう。お願い戻ってきて。まだだ、まだ終わらんよ。死ねん。この程度では死ねんのだ。バイル。無駄だ。もはやラグナロクの墜落は誰にも止められん。ゼロ、もうダメ。戻ってきて早く。いや、まだ手はある。バイルごとコアを破壊さえすればラグナロクは崩壊する。バラバラになれば大気圏との摩擦で全て燃え尽きるはずだ。そんなことをしたらあなたは。できるかね。貴様にそんな真似が。レプリロイドたちの英雄である貴様が、人間を守る正義の味方が、地上の人間を守るためにこのわしを、守るべき人間であるこのわしを倒そうというのか。どうだ、この痛みは貴様にわかるか。俺は正義の味方でもなければ自分を英雄と名乗った覚えもない。俺はただ自分が信じる者のために戦ってきた。俺は悩まない。目の前に敵が現れたなら叩き切るまでだ。シエル、俺を信じろ。あ
たぬくもりを確かめてたそっと目を閉じれば全てはまだ夢のようで未来へと手を伸ばしてた涙さえ許されぬ闇の先へ Everlasting Tears 今永遠を知る長い旅の果てに巡り会えた奇跡嬉しくて Cry 本当の自分になれた朝が来るまで星を数えながら記憶のパズル何度